おはようございます。画家の木曽です。ですね、ちょっと新しい企画としまして、鬼好評ダイジェストというのをやっていこうかなと思います。初めて復活して、57枚来たんですけども、ちょっと10枚ばかりすごい良かったなという作品をセレクトして、通常の動画を 1.5 倍速で流して、30分ぐらいに、約10枚ぐらいかな。まとめたものです。で、これなぜやるかというと、サブチャンネルの方にどんどん移行していくんですけども、メインチャンネルにもやっぱり全部紹介はできませんけど、一部紹介できたらなと思って、こういう企画を考えました。鬼好評すごい数になってくると思うんで、でも一部だけでもこのメインチャンネルの方で紹介できたらなというふうに思って、この案を考えました。2週間に1回募集して、何枚来るか分かりませんけども、そのうちのまた一部を2週間に1本ずつはメインチャンネルに残していこうということです。よく分かりませんよね。はい、なんか慣れてくると思います。じゃあ早速行ってみましょう。ですね、こちらの作品の方を今お話ししていると思うんですけども、本当辻匠さんですか、57歳の方、非常に本当上手です。この調子でやられていけばいいと思いますし、どんどん良くなっていくと思います。個人的にはやっぱり小さいものより15ぐらいのものでやっぱり画面を構成するとかっていうことをどんどん覚えていったらもっともっと成長も早いと思いますし、そうちょっと大きくなると、15以上になってくるともう大変ですけどね、25、35とか大変ですけども、やっぱりちょっと大きい、少し考えてたんですけど、やっぱり上手になっていくにはやっぱり構成を少し覚えていくというか、ある程度これやったらバラの一般的な写真の撮り方みたいな感じになるんですけど、15ぐらいになるとじゃあいくつバラ描こうかなとか、ちょっといろんな問題出てくるんで、ぜひですね、次の課題としては、すんごいバカでかく100号とかそんな難しいと思いますけども、可能なら35ぐらいまでいけたら十分構成とか勉強になると思いますので、ぜひこの動画の中で言えなかったことをまたここで伝えていこうかなと思います。時間が経つとですね、もうちょっとこういうこと言うとけばよかったなとかっていうこと出てくるんですね。で、そういうふうにしていこうかなというふうに思います。本編の方もぜひよかったら皆様ご覧いただければと思います。どれぐらいでこれ話が終わるかもちょっと読めないんですけど、私がワイプで出ていて、こっちが流れているというような感じにしていこうかなというふうに思います。本当に油絵の具、やっぱ油絵の具のやっぱ一番上達するのはやっぱり絵の具の量とかをある程度出してしっかり混色するっていうことなんですね。だからちょっと大きめのとかやるとやっぱ混色とかどんどんしていかんといかんと思うので、なんでもやっぱ大は小を兼ねるじゃないですけど、やっぱめちゃくちゃでかくなくてもいいんですけど、15ぐらいとかで練習、次の作品こちらに行きましたね、行くといいかなと。これもいいですね。僕すごい素敵な作品やなと思いました。いつも入選はするけど、入賞までいかないということなんで、やっぱり大胆さでしょうね。僕は、いくつか好きな画家のうちの若い頃から勉強になったのはアンドリュー・ワイエスという人です。アンドリュー・ワイエスの構図とかをぜひ参考にされたり、画集とか買われたりするといいなと思いますし、皆様も本当にね、98歳、何歳まで来たかな、ちょっと覚えてます。90いくつやったと思いますけど、最後までチャレンジしてます。ワイエスって面白いですよ。で、最後はヌードの女性が空飛んでる絵とかね、描いてて、うわ、最後までと思って、よく言われるんですけど、年を取っていくとどんどんってなるけど、ワイエスに関しては全然ならないですよね。目もいいままなのか、すごい細かい仕事もしていってすごいなというアメリカを代表する画家なんですけども、アンドリュー・ワイエスという人、多分画集とかはインターネットとかで買えると思いますので、もしね気になる方、興味ある方は見られるといいんじゃないかなというふうに思います。そういう大胆な構図とか、本当に日常のありきたりな風景みたいなのを結構切り取っている作品が多いです。テンペラ絵の具というのを使っていたりするので、皆様難しいって思うかもしれませんが、水彩とかガッシュって書いてあったりするんで、多分僕の予想ですけど、案外その辺がポスターカラーに近いような白っぽいのも混ぜたりとか、透明水彩もあったりとかで、風インテンペラっていうのを使っているというんで、僕若い頃その技法を全部真似したいと思ってやったことあるんですけど、風インテンペラってちょっと作るの難しくて、僕はアンモニアが
入れてなんかこうあれするんですけど、なんかねその量を間違えてえらいことになったっていうような記憶があったりします。こういう方はぜひなんかこう日常の何気ない風景を作品にしていきたいと思うような人はぜひそういうアンドリュー・ワイエスみたいな人を参考になるんじゃないかなと思いますよ。次の作品、こちらはもうこれやっぱいいですね。非常に。で、僕これやっぱ加筆した後に思ったんですけど、ここの中継のこの、ちょっと今回加筆できませんけども、ところのこのこう暗いなんていうんですかところ、そこにもしかして一本でもピュッとこうひまわりがこう突っ切って出ていたりするだけでもまた印象が変わったのかなと、ここのやっぱりこう線がちょっと強すぎるなっていうのはちょっと気になりますよね。でもやっぱりこうじっくり描いていくという、この方やと誰がいいかな。僕は個人的にはもう僕好きな作家大体決まってるから同じような名前ばっかり出てきてしまうんですけど、本当岸田流星、佐伯、じゃなくて、高島彌十郎、この辺りを見たら多分面白くなるんじゃないかなと。お上手なとこはお上手なんですよ。空とか、ひまわりとか。でもなんかこう本当にこう葉っぱの一枚一枚までっていうのに愛情こもったりすると、形はお上手じゃなくても自分の愛をいっぱい込めていくだけでもめちゃめちゃ良くなるんちゃうかなというような気がしますんで、ぜひですねそういう作家さんとかを見られていくと、なんかやっぱ写真じゃない良さっていうのが、本当に昔の作家さん誰でもいいんですけどね、誰がいいかな。本当にヤン・ファン・アイクっていう人いますよね。ものすごくこうフランドル絵画も初期ルネッサンスというか、のなんか花の描き方とかもすごいですよ。なんかそういうの多分興味持つんちゃうかなという気がします。そういうのからなんかこうちょっとずつこう自分ので、多分この人は今のまま別にそんな立体感を出すとか奥行き出すとかあんまりそんな難しく考えない方が楽しいという思いをとにかく画面に定着させ続けていくということが大事なんちゃうかなというふうに思いますんで、この調子でまたぜひ機会あれば、時間かかる作品なんで1ヶ月に1枚か2ヶ月に1枚か、またなんか公募展とかにねぜひ挑戦してみたら案外面白い結果になるんちゃうかなというふうな気がしますんで、これはまさに家の本当にこう典型ちゃうかなというふうに思います。やっぱり家を描きたいですよね。私もそんな気でいつもおりますんで、ぜひすみません、ちらっとこちらの作品です。すみませんこちらの作品もいいですね。僕はすごい好きでしたよ。髪の毛のあたりとか加筆したの分かりました。奥のところの腕の色のベタ塗りとかっていうのとか、でも本当にこれなんかアクリルで描いたっていう風に書いてあったんですけど、本当にすごいなんかこうアクリルでなかなかこうペタッとこうベタ塗りになってしまうところ、なんか深みのある色とかが出てて、顔なんかもこれ以上やったら悪なりそうやからみたいな感じで言ってましたけど、なかなか素晴らしい作品やなと思います。構図もいいんですよね、これね。なんかこう後ろにこう目のところのあたりからビューッと緑の線なんていうのも画面の中でそこの赤と響き合ってたりとか、なんかねすごくこう画面の一個一個、例えば後ろの頭のところにあるこうなんかところからビューッと出てる線なんていうのも実は案外画面の中でこういい構成をしている。これ偶然かもしれませんけど、これが本当に必然としてできていたらすごいなと思いますよ。なかなかこう以前の公表会の方ではそういう構成の良さみたいなのが言えてなかったんですけど、肘がブシューッと切れてたり髪の毛のところでブシューッと切れてたりするけど、絵として全然問題なく、この構成力っていうのはちょっと今改めて見ると、私解説したの出てますけどね、髪の毛ちょっと描いてあげるだけでちょっと女性らしさが出てくるかなっていうので少し解説とかしたんですけど、そういうのとかでもっともっと良くなると思うんで、ぜひぜひ楽しみにしていますね。こう本当こう面白いですよね。皆さんがこれからどう成長していくか、またこう過去のとかを半年1年後に実はこんな絵描いてましたとかってね、で名前とかもぜひ出していきたいと思いますので、匿名でもいいですし、次こちらの作品来ましたね。匿名でも結構ですし、ペンネームでも結構ですし、本名でもいいんですけど、なんかねファンがついていく可能性ありますよね。もう勝手にそんなことを思いながらそういう人が展覧会とかをしたりして、でファンの人が見に行く、この人なんかもう本当多分セミプロやったりするんちゃうかなっていう気はしますよね。この人なんかは逆にうますぎるから、もっとすっきりさせてもいいんちゃうかなっていうことを言ったんですけど、ちょっとやっぱナビ派あたりを勉強してもいいかもしれないですね。ナビ派っていう分かります？ボナールとか、僕個人的にはバイヤールっていう人好きです。バイヤール、ナビ派とかの構成を少し勉強してすると
なんかいろんなパターン書けるようになったら面白いと思うんですよ。いろんなパターンというか、窓辺の花だけじゃなくて、本当屋外とかに出てもそういうの絵画作品にできるような技量みたいなのを身につけていくためにやっぱ構成力つけていくっていうことが大事で、その中でもナビ派っていうのとか、もちろんいろんなものをどんどん見ていけばいいと思うんですけど、シンプルに多分ナビ派っていうのが、平面的に書いていっているんですけども、多分写実的に書くというより柔らかく色彩豊かにっていう感じで書いていって、その中でもやっぱりちょっと自分の構成みたいなのを見つけていくためにはぜひそういうのが参考になるんちゃうかなというふうに思います。非常に色彩も豊かで多分ある程度プロの方なんちゃうかなと思います。で難しいですよね。だからこれをいつも窓辺に、丸い机があって、お花があるっていうパターンばっかりじゃなかなか持たないと思う。展覧会を例えばするとなってくるといろんなバリエーション必要になってきますし、なんかもっともっと例えば風景画描いてみようとか人物画描いてみようとか思った時に、やっぱり僕なんかもうひねくれ根性丸出しの人間やから、やっぱこの構図大体同じやなと思ってしまうと、やっぱり一つのくくりになってしまうんで、この人の構成力面白いなとか思うだけでもちょんと抜けるんですよね。次の作品はこちらですね。これは本当にすっきりしていいですよね。本当に日本画のようなもう最小限で最高の、ぜひこの方はまたもう1枚もう2枚見てみたいなと思いますよね。この作品の本当に他の作品を見てみたいなと。いや、ここまでなんかすっきり描くって難しいですよ。なかなかできやんですよ。でなんか抜いてるところの抜き方もうまいですよね。この方もある程度あれなのかな、セミプロに近いんかな。でもこうやってもちろん今回ちょっと57枚中ちょっとある程度力のある、どっちかちょっとうまいっていうような人が多く選んでしまったんで、今後はそうじゃない人もどんどん選べたら面白いなと思いますんで、そういうのが複合的になっていけば違う絵と違う絵によって違うように見えてくるみたいなの面白さが出てくるんじゃないかなというふうに思います。なんか僕も展覧会も何回もやってると、やっぱ同じような絵を並べるよりは僕はいろんなバリエーションを置きたくなるタイプなんで、分かりませんけどね、どういう風に見えるかどうか分かりませんけど、なんか皆さんもいろんな展覧会を見に行かれたら面白いと思いますよ。団体展なんかでも秋にかけてだったら結構日展やら、独立とか2期とかいろんな展覧会、例えば東京やったらあるんですね。でそしたら会派の中でも全然絵が違いますし、会派も全のタイプによってもまた全然違って、面白いなと思って、僕は学生時代ずっとじとっと研究してました。自分の目でですけどね。次こちらの作品、こちらの作品どっちかというと日展系なのかもしれないですよね。っていう感じで、これもなんか公募展も入選はしているということなんですけど、この方なんかは油絵の具の持ってる良さ、物質感みたいなのを頑張って探らされてみるといいかなと思います。誰かちょっとご質問で油絵の具熱く塗ってみたいんですけどって何でもいいと思うんですよ。ナイフでベタっと塗るでもいいし、僕なんかはスタンドオイルで白絵を練り直して鉛白とかシルバーホワイトを練り直してネトーとさせて、翌日かなんか使うとかサランラップをしておいて翌日かなんか使うとネトーとして、そうすると厚塗りとかできるようになったりしますので、なんかそういう手もあるかもしれませんし、なんか絵の具のマチエルとか物質感みたいなものを見つけてあげたりするともっともっと面白くなるんじゃないかな。もうあかんかったらもう紙やすりかなんかでマスクして削ったらいいと思いますんで、失敗したらそれでいいと思うんですよね。どっちかというと本当にもう僕よく言いますけど、引き算のが楽です。足し算って結構大変なんですよね。やっぱり絵の具を厚くするとかね、画面を大きくするとかっていうプラスの方に行く方ってしんどいじゃないですか。何でももう体力もいるし、でもちょっとそれ一回やってみると、これぐらい塗ってもとかで、そういうのをなんかこの今どうしても動画の中やったらそういうテクスチャーまでは見えないんですけど、本物かなんかを並べてみたりすると、こんな違って見えるんやとかっていうことが見えてくるんちゃうかなと思いますので、機会あったらですね、そういうの並べてみたりとか。ちょっと日焼けしてきました、すみません、外で遊んでるからかもしれませんね。そういうのとかを見れたりすると面白くなってきますよ。
ちょっとこう加湿してよりこう光みたいなのほんの少しですけどね、加湿全然わからんって皆さん言われますけどね、ようこう間違い探しぜひしてみてくださいねもうそれも面白いかな思ってよう見て一時停止してどこやと思ってここかと、ね、本当は同じサイズの同士を並べてみたりできたらいいんですけどね、またそういうのも今後こうちょっといろいろ動画もこう同じような形でやるんじゃなくてちょっとずつこうマイナーチェンジをしていってこう例えばこうダイジェストなんていうのもやっても面白いかなと思って今回やりました。これも可愛らしいですね。もう絵本っていうのも案外勉強になりますよ。皆さんね暇やったらねちょっと怪しいかもしれませんけどお孫さんっていう若い視聴者ばっかりなんであれですけどお孫さんに絵本をプレゼントするぐらいの気持ちでちょっと近くの本屋さんに行って絵本のコーナーとかでじとっと見てみるとやっぱりこう絵なんですよね。だから漫画とかよりもやっぱ絵画なんですよね。で一場面を描いていてそこにストーリーを組み立てるみたいな感じで一つ一つこう同じようにこう羅列していくような絵本もあるんですけどもそうじゃない絵本もあったりいろんな絵本があるんですけどもそれで構図とか構成って案外面白いですよ。なんかこうそういうので勉強になるなっていうふうに思いますんでなんか実際にそういうのを見てみられてもこの方いいんちゃうかなという気がします。誰が好きかね絵本作家誰が好きかとかっていうのも出てきても面白いかもしれませんしこの場面すごい好きとかっていうのも出てきても面白いかもしれませんので僕なんか本当に、性格がひん曲がってる人間やからずっとそういうのでこれがロングセラーなんやとかっていうのをね考えてしまいます。悪い男でしょうね。なんか例えば0歳児から1歳児向けやったらこれとかねいないばーとかねなんかこうこれとか今うちのチビが3歳ぐらいでしたらなんかこう101階建ての家っていう本があるんですね。だからただその同じような場面がずっと連なっていくんですね。1階から10階まではこの動物が住んでますとか10階から20階まではこのなんかが住んでますみたいなでそれが当たったんでしょうね。あとは今度地下100階建ての家っていう本を出した。おおやるなっていう感じですよねなんかこうその人のこうスタイルを見つけたらすごい強いんやなっていう感じがして絵画も絵本の世界も似ているかもしれませんね。なんかそういうのもいますね。これなんかいいですね。これもうマチエールがバッチリこうグリグリついてすごい楽しみですね。なんかいろんなものを見たくなりますもんね。これだけマテリアル物質感これアクリルかなんかでわーっとつけたのかな。油絵を始めて3年ぐらいの初心者もう3年経てばねもう十分なんか勝負かけれるんちゃうかなって気はしますよ。構成も面白いしね非常にいいなと思いますなんか平面的な感じっていうのも僕は面白いなと思いました。人によっては奥行き元出した方がええとかいろいろ言われるかもしれないですけど僕はもうこのなんか平面的な雰囲気みたいなのが結構好きでした。なんか本当にもっとなんかモチーフ減らしてもいいかなと僕はこれ動画の中では端の方をちょっと暗くしたぐらいですけどもう本当に雪から水が溶けて川があってっていうのにズボーッとスポットが当たるぐらいのなんかこう絵がシンプルな感じでも面白いかもしれません。これ何号かなちょっとさっき出てまして忘れましたけどもでも本当にこういうマチエルとかこれぐらいつけてみたらなんかまた新しいチャレンジとか新しいことができるんちゃうかなというふうに思いますよね。なんか面白いですよ。こうやってまた見返してみるとねこういう可能性もあるんちゃうかなとかああいう可能性もあるんちゃうかなっていうのが見えてくるんですね。面白いもんですよね。新しい形ですもんね。こういうふうにオンラインで全国の皆様が一つの、展覧会をやっている、私がブーチクパーチク言うんですけどもなんか展覧会をやっているというのはこの動画の中でですけどやっているという形っていうのは面白いなっていうかね誰もやってへんちゃうかなとやっぱやってないことやるのが僕も好きなんですよね。なんか面白いもんでやってないことにチャレンジしたくなるというか誰もやってへんことぜひですねサブチャンネルの登録もよろしくお願いします。1000人ぐらいいかんとですねコミュニティ欄とかもちろん収益化とかもあるんですけどコミュニティ欄とかそういうのがつけれないんですよ。意外と制約があって次の作品こちらですね。これねなんか独特ですよね。なんか人間のもうちょっと動きとかをこうちょっとつけてもいいかもしれませんよね。なんかこう日本人が描く絵って僕もの絵もそうなんですけど動きが動き少ないですけど向こうの人ってなんか結構ドラマチックにバチャーとかガシャーと場面を描いたりとかしてどっちかというとこうなんかシュッと座ってるとかだけの絵が日本人って多いなって外国の絵とか前なんかね超写実展っていう、スペインの
美術館と保木美術館さんの作品を合わせてやる展覧会を佐賀県立美術館でやったんですけども、その際に僕はちょっと何度かギャラリートークしたりとかコーディネーター的なことやっていろいろしたんですけど、やっぱ日本人の作家さんの先生たちの作品より向こうのスペイン人が中心かな、海外もいたかもしれませんけどの人のなんか人物とかやっぱ動きとかブワーッとミケランジェロ見たら分かりますよね。あそこからの系譜流れみたいなのがあって、日本はどっちかシュッと立ってるみたいな感じのが多いなっていうのを思って、だから僕はなんか絵の中でなるべく動きをつけようかなって私なんか思うようにしているんですね。なんか人間ヨーロッパの考えで人間美だったりするけど、日本っていうのはどっちかというと自然と人間みたいなのが同等価値にあってっていう考え方やったりするんですけど、なんかこの方もなんかも人間の動きとかも少し出てきても面白いかもしれないなというふうに思ったりしますよね。僕みたいにね、寝転がってる絵とかね、あんなのなかなかできませんわって感じかもしれませんけど、それだけでも人との違い差異っていうのが出てきますもんね。そういうのが出てきたりするだけでも面白くなったりしますし、目線の高さみたいなのが人間が見てる、座ってるとこから見てるっていうだけじゃなくて、僕木によじ登って写真撮ったりとかね、いろんなことするんですよ。なんかむちゃくちゃなことするんですけど、やっぱ誰もやってへんなと思うことを探したりするというか、でも誰かやってるんですよ、どっかでね。やっぱやってるもんです。でもそれでもなんかあんまり見えひんなっていうのはやっぱ目引くんで、気をてらったことをやるっていうことはないかな、必要ないかなっていう気はするんですけども。そしてこれですね、もう本当になんか70何歳の方ですよね。この方すごいですよね。実際にこの動画をいっぱい見ながら勉強しました言ってて、物質感、この方本当さっき言いましたけど、スタンドオイルっていうのがあります。スタンドオイルっていうのはリンシードとかポピーオイル、大体リンシードやと思うんですけどが普通に売っている状態に加熱ね、で加熱10号って言ってもう酸化をちょっと促して乾きを少し促進した状態のものがあるんですよ。でそれと混ぜ合わすとねどーっと糸を引いた状態、すみませんこれあるんですけどの絵の具ができると。でそれを使ったりすると厚塗りっていうのはやりやすくなったりしますので、ぜひぜひちょっと試されるといいかなと思います。ネタっとつけたりすると明るいところブラッとかつけたりして、それでどっちのどういう風にしようかなと、本当にグー使えるか分かりません。すみません70代後半の方にね、僕はもうそんな年齢関係なく皆さん勉強ねできる方やと思うし、メールもこんな風に送ってこれはるんやから、 Google のアプリでありますアート&カルチャーっていうののレンブラントって調べると、もうグーッと画像アップにすると絵の具のマチェルとかよく見えますよ。ワインスとかもあると思いますよ。ぜひそういうの見てください。次はこれですね。これもよく描いてます。アジサイの作品よく描いてあるなと思いますね。本当になんかこれぐらい丁寧にね、これもやっぱり構図がもうちょっとなんかね、もういいんですよいいんですけど、4号後ろにチラチラ見えてるのも46とかあるんですけど、ちょっとねやっぱり当たり前すぎる、別にいいんですよ、当たり前でもいいけど、ちょこっとなんかひねるわけじゃないけども、ひねらんでもいいけど、だからこれだけお上手な方は次のステージへ行っていいと思うんですよ。次のステージへ、例えば花ど真ん中に花っていう展覧会見てもね面白いかもしれないですけど、ちょっとそこになんか花が一画面に3つあるとかっていうのとかねなんかそういうのがあってもええのかなと。だからこの方ももしかして6とか8号ぐらいの頑張って勇気出して買ってみたりすると、花ドーンっていうのやと厳しいぞっていうことに気づけるんで、もしかして一回り大きいのとかにチャレンジされるということがあってもいいのかなという気がします。全然すごくいい作品やなと思いますので、もう自信持って勇気持って、頑張られたらいいんじゃないかなと思います。ちょっと引き算みたいなのを覚えていかれたらということを、動画の中で言ったかなと思いますけどもね、非常に上手ですよね。もうこんな僕妙脈まで書く気力ないですもん。書こう思えたらもちろん書けるんですけどね、なんか僕なんか写実的に書きたいな思ったらやっぱ油絵の方が僕の場合適してるから、水彩やったら水彩の面白さで終わらそうかなと思ってしまいます。私の場合はねいろいろあっていいと思うんです。そんな考え方なんかね自由でいろいろっていう感じがしますので、次の先これなんかすごいですよね。もう本当に
よう描いてはるなーって感じがしますもんね。僕ちょっと解説してちょんちょんちょんとこう県庁福島でしたっけの県庁の中にライト、福島って海辺に県庁ってあるんですか？すみません全く分かってないんですけど、光をペッペッペッと嘘ついて入れてみたりしたら画面がここだけじゃなくてちょっと広がるなっていうのを見せたかったっていうのはあるんですけど、でもいいと思いますよ。もう本当にもう冷徹なぐらいすっげえもう冷たいぐらい直線とかをガンガンこういうのが苦じゃない方っていうのはね、いたらそれはまた個性になるかもしれません。僕の絶対嫌です。もうマスキングでビューッと貼っちゃいます。チューチューチューと貼ってしまって楽にやろうかなと思うもう悪い癖がありますので、僕はそれ僕なりの考えを持ってやってるんですけど、こういうのが苦じゃないということはすごく楽しみやなと思いますね。どれぐらい時間かかられてるんですか、これのぐらいの作品で、こんだけ窓わーっと書いてきつかったですか？ぜひコメントいただければ、きついかきつくないかを聞いてみたいなと思います。皆さんもね、こういう方もいるんやな。ちょっと写真がもうちょっとクリアやったらもっともっと綺麗にここの動画の中で載せれたかなと思いますんでね、わからん撮り方頑張られるかわかりませんけどね。頑張ってみてください。ちょんちょんちょんと光を入れた状態の写真を載せたりもしていますよね。本当に皆さんの見てると面白いなと思います。こんなとこ描きたいななんて思わんけどね、それが画面の半分以上を占めるところを描いてるなんていうのなかなか攻めてはるなという感じがしますし、非常に素晴らしいなと。よくやりますね。よく頑張りますねという感じ。そしてこの作品ですね。これ展覧会楽しみですね。これ青森の駅ですね。僕調べてみたらこういう青森にこういう駅があるんですか？行かれたんですかね？いいと思いますよ。もしかして写真とかを引用してる可能性あるかなとちょっと思ったんですけども、あんまりにもよくこんな風景あんのかな。ふもと駅って書いてたから見たら、でも同じ写真は全くなかったんで引用されててる可能性もありますよね。本人が行かれたかもしれません。それはうまい引用やと思いますよ。これだけ色とか変えて書くのは全然問題ないと思います。やっぱりトレースして形とかトレースして色とかまで、形トレースだけやったらちょっとまずいんですけど、これだけ色とか変えてたり雲とか変えてたりしてる分には問題ないかな。その辺すごい難しいと思うんですけどね。だからうまいこと同じ写真違うと思いますよ。ごめんなさいね。でも非常に面白いなと、こんな海辺にこんな駅があるんやなということでと思いました。この方にはちょっと逆に夕焼けを出したいために雲をいっぱい描いたけどって書いてましたけど、でもいいですね。夫婦で個展とかいいですね。羨ましいっちゃ羨ましいですけどねどんな感じ、何枚ぐらい出すんですか？また近くなったらぜひ宣伝に使ってください。もうドーンとDM でもちゃんと送っていただいたらですね、載せたりしますので、よかったら遠慮なく使ってください。そのためには皆様がサブチャンネルの宣伝を頑張ってしてね、目標1000人、今300人ぐらいおられて、登録者がですね現在300人ぐらいおられて、もう1人が3人、そしたら、1000人になりますので頑張ってください。1人が2人ずつ勧誘。次の先こちらですね、山の作品車の中からお届けしてますけども、いやこれもスコーンと抜けてて僕はすごい好きやなと思いました。これを6号の作品か、6号というと向こうに見えてる作品でいうとどの辺かな、と思いますけども、非常にいいですよね。抜け感といいね、緑の中にすごいいろんな色を感じれるので、そこすごい好感持てますし、すごい力持ってらっしゃるなという感じがいたします。いい作品ですよね。三栗ヶ池言いましたっけ？行ってみたいな思いました。こういうとこあるんですね。やっぱ僕も全然行ってないところまだまだ日本にあるんやなっていう、すごい気づかされたなと思いますし、ぜひ行ってみたいなというふうに思います。いい作品ですよ。本当にじっくりですね、絵の具をぐちゅっとね乗せていくっていう感じで、ちょっとずつマチエールを本当にじっくりつけていって、ある程度一発でバシュッと描いてみて、そこからもしかして構造を作るっていうことを少ししていったりするといいのかなと思います。すごくいいです。楽しみですね。多分いろんなとこ行かれてはるんですか？だからこれからも多分そういう取材した情報がたくさんあるんちゃうかなと思うんで、また機会があれば見せてもらえればなと思います。非常にいい作品だと思いますよ。
じわ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 とね書いていく感じが僕はすごい面白いいい作品やなと思います。皆さん本当になんかいいですよね。なんか60とか65で定年されて、あとね70年80年ぐらいねあってね、そこから150歳までやからね、いろんなとこ行ってね、羨ましいですね。また海外も行きたいですよね。なんか本当になかなかこうパッて行けるような雰囲気って今ないのでね、もう次の作品こちらですね。ちょっとこれもう本当に本人の方も言うてはりましたけども、ちょっとこう、スパッタリング楽しすぎました。でもそういうのでいいと思います。本当に画材を様々使っているところなんかいいなと、チャレンジングが気持ちが僕はいいなっていうふうに思いました。チャレンジングですよね。本当にこうやっぱりこう偶然的なのと必然っていうのをうまいこと絡み合わせてるところなんていうのはすごくこう好感も持てるしいいんじゃないですか。なかなかね。これも言ってしまえばベタな構図っちゃベタな構図、僕もベタな構図もちろん書きますけども、ねベタな構図でも本当これね、手前だけでも絵になるんちゃうかなとか、奥のなんか滝だけでも絵になるんちゃうかなっていう感じがしますよね。このなんか水の表現の力なんか見ると、もう下の方だけズバーンと切って横のサイズの作品を描いてもなかなか面白いんちゃうかなという気がしますんで、この調子でまた楽しみ待ってますよ。頑張ってくださいね。こういうふうに なぜこういうダイジェスト版作っとこうかと思ったら、忘れないためです。おじさんがねおじさんが忘れないこれが、今回55枚来て10週5ヶ月やったらそれだけで500枚になるわけじゃないですか。ね、それでせめて100枚ぐらいにセレクションしといたら、僕は鬼好評なんとかみたいな感じで、何ヶ月に1回かね頑張ったでしょう的なもの、もう別にそれは数を出した人よりは伸びた人とか新しいチャレンジした人に何かをプレゼントするぐらいの企画を考えてたりするので、もちろんここに載ってなくても選考の対象にしようと思ってますので、ぜひぜひ頑張って皆さんねこれで盛り上げていって、焦らずね、出していってほしいなと思います。そしてこの作品本当色が綺麗ですね。後ろに見えるなんか森のラインなんていうのも僕なんかすごくいいアクセント、ちょっと斜めになってる感じっていうのもいいアクセントになってるなと思いますし、何か偶然的なのかもしれないけど、写真がうまく撮れたのかもしれないけど、これはもう構成という点ではなんか引き締める、そういう動画も上げましたけども、なんか引き締める後ろの暗さみたいなのがなんかややもすると、そういうのをちょっと空気遠近法的に弱めやんといかんかなとかって思ったりしがちですけど、意外とそうでもなくて、これいいアクセントピッとなってんちゃうかなという気がおじさんなんかしてしまうんですね。そういうところみたいなのも好感が持てるし、本当によく頑張られてるなというふうに思います。このどうでしたか。このダイジェスト版というのはこれ記録用的な感じもありますけど、いかがですか。なんかね、皆様の作品をこうやって、いろんな人に見てもらうということができるのはいい企画かなというふうにも思いますし、できたらこの方お上手というわけじゃないですけど、色のなんかホッパーとかエドワード・ホッパーとかですね、ちょっと見てみるといいかもしれませんね。アメリカ在住でしたっけね、どちらでした、海外の方だったような気がしますけど、ホッパーとかの作品とか参考になるかもしれませんので、ぜひいろんな作家さんとかを参考に勉強されてみてください。いい作品だなと思います。綺麗ですね。本編の方もぜひ、ご覧ください。第何回出てたか分かりませんので、サムネイルとかをちゃんと見て、ですね、参考に見られてみてください。いいですね。グッドっていう感じですね。熱く熱めのおじさん車の中でしてますよね。チクってペッとかし言うてますね。そんな感じでございます。皆さん本当にいろんなやっぱ画材に関してもいろんなのがあるのがやっぱ面白いですね。初めの頃はやっぱ水彩がすごい多かったですけど、今油絵とかも増えてきたなっていうのもあります。なんかこの方は水彩ですけどね、水彩らしく、この方ももう多分セミプロやろうなと思ってですね、この方も先ほどの初めの方に窓辺の花描いて、方も多分セミプロっていうかもうほぼプロとしてやってはるんでしょうけど、やっぱ構成力っていうのがベタもいいんですけどね、ベタもいいしそうやないのもっていう風になってきたらいいのになっていう風に思うというか、この人しかできへんなって順天さんって方ですね、できるようになってくればいいなと思います。そこがすごい難しいし面白いし、そういうところはあると思うんですけど、本当にお上手な方、この方にはちょっと白とか明るさで描くとかっていう塗り残すっていうことも頭に入れておきながら絵作りをしていくっていうことを覚えると、今どっちかというと暗い色で画面引き締めていってるんですよね。グッグッグッと
じゃなくて同時に明るい色で画面を引き締めるっていう気持ちを持つっていう、ちょっと難しいですよ。今までずっとされてきたらなかなかこう難しいかもしれませんけど、ちょっとこうモチーフの花の中だけドンとある明るさだけじゃなくて、モチーフの周りから攻めていくっていうようなことを覚えていかれると、もっともっと力がついてくるんちゃうかなというふうに思いますし、これぐらい力があるとね、もういろんなもの、こんな感じの力のこう配分で風景とかも描けるはずなんですよね。多分描けるんちゃうかな、この人やったらね。なんかそういうのとかもまた機会があれば見たいなというふうに思いますし、機会があればぜひ送ってきてもらえたらなと思います。素晴らしい作品だと思いますよね。こんな感じでもう本当にいろんな絵を見せれるっていうのはありがたいです。はい、ありがたいです。で、僕もやっぱりこうある程度好みを自分の中でこう狭めないように生きていきたいと思うんで、どうしてもやっぱり偏ってしまう部分はあるので、ぜひぜひもっとお前こんな絵もどなんやっていうのを送ってきてもらえたらなというふうに思います。いろんなね作品をやっぱり評価できたりすればなと思いますので、楽しみにしております。そして最後はやっぱこれかな、ね、おめでとうございました。なんか賞を取ったというね、半年間ちょっと鬼好評やってなくてね、これだけこの人も成長されたんですね。すごいなと思いますね。皆さんね本当成長してたんですね。なんかそんな感じがします。本当にこう初めの頃の鬼好評に比べると、ね、自分で画題を探すっていうこともされたりとか、絵を作るってこととか、あとは好みみたいな自分の趣味好みみたいなのをすごいこう一生懸命勉強したり分かったりとかするようになっていったんやろうなっていうのがよく見て取れるなというふうに思います。いろんなバリエーションが出てきたのはすごいいいことやと思いますし、この方も10センチじゃなくて落差今度は100メートルの滝みたいなのがどういう風なスケール感の絵になるかっていうのもぜひ楽しみにしてますし、いや逆にも身近なもので徹底するっていうんやったらまたそれでこんなとこ絵にするんやっていうところをおじさんに見せてもらえたらなとおじさんに言っておりますということで、一応こんな塩梅で私は7月の、第2週目の分を全体を見させていただきましたということで、ダイジェスト版でした。皆さんまた待ってます。ではでは。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。